こんにちは、桜井です。今回のトピックは、複雑な回転の作り方です。ジンバルロックを回避して複雑な回転アニメーションを作る2つの方法を紹介します。1つ目が3つのロケータで回転軸を使い分ける。2つ目がローテートオーダーを変更する。この2つです。それではよろしくお願いします。冒頭から流していますように、体操の床演技を作りましたので、ちょっと分析してみましょう。例えばこの終盤の技だと、腰の XYZ 軸すべてに回転が入っています。サイドビューで見ると、X 軸に1回転しながら Y 軸に3回転。フロントビューでは、頂点に向かうにつれて Z 軸に最大40度くらい傾いています。腰の回転を分析できたんで、シンプルに直方体を使って説明します。今は移動のアニメーションのみキーフレームを打っています。方法1つ目、3つのロケーターで回転軸を使い分ける。簡単な準備をします。まずはロケーターを3つ用意します。そしてそれぞれを X、Y、Z とリネームして見やすいようにサイズを大きくしましょう。次に Z、X、Y の順番に親子付けします。Z、X、Y こんな感じで親子付けします。そして Y ロケーターで Y のロケーターで直方体をオリエントコンストレインにします。メイン点オフセットはどっちでもいいです。これで回転がロケーターに依存することになりました。それではそれぞれのロケーターの一軸のみにローテートアニメーションを加えていきます。慣れないうちはキーフレームを打つアトリビュート以外はロックしておくのもいいかもしれません。こんな感じです。地面から離れるタイミングでキーを打って、地面に着地するタイミングでキーを打ちます。X 軸に1回転するので360度。次に Y 軸に3回転するので1080度。そして一番高く飛ぶタイミングで40度ぐらい傾けます。一回再生してみましょう。最低限のキーフレームですが、この時点でもかなり綺麗に3軸回転を表現できました。ロケーターの親子関係を Z、X、Y の順番にした理由は、ちょっと説明が難しいんですけど、X 軸回転の中でY 軸回転をしている状況を作りたいので、優先度的には X の方が Y よりも大きい。つまり X が Y の親。さらに XY の回転を崩さずに全体を傾けたいので Z を一番親にするっていう感じで自分は順番を考えています。慣れないうちは間違ってもいいのでいろんな順番を試してみるのが一番勉強になると思います。いろいろ整えて完成です。方法2つ目、ローテートオーダーを変更する。ローテートオーダーはあんまり聞きなじみのない言葉かもしれません。知ってるけど使ったことない人もいらっしゃると思います。実はさっきの1つ目の方法で実践した3つのロケーターの順番がまさにローテートオーダーそのものです。どういうことか検証していきましょう。移動のみのアニメーションに戻って今度は直方体に直接回転のキーフレームを打ちます。着地で1回転360で Y 軸に3回転分1080
で、一番高く飛ぶタイミングで Z 軸、マイナス40入れます。再生してみると、こんな風にジンバルロックを起こして回転が崩れてしまいます。ここで直方体のローテートオーダーを変えましょう。ローテートオーダーの場所は、オブジェクトを選択して、アトリビュートエディターのオブジェクト名のトランスフォームアトリビュート、ローテートオーダー、ここにあります。デフォルトでは XYZ になっていると思います。一つ下の YZX に変えてアニメーションを再生してみましょう。挙動が微妙に変化するはずです。さっきより綺麗ですね。順番に ZXY、XZY、YXZ。YXZ は綺麗に回転していますね。そして最後の ZYX。ZYX だとまた崩れます。つまり、この回転アニメーションを作るには、YXZ のローテートオーダーが適しているということです。ここで YXZ という文字の並びに注目しましょう。実は方法1の時の3つのロケーターで親子関係を作りましたが、この順番と関係があります。ローテートオーダーを YXZ にしてローテーションを制御するということは、このトーラスのように回転に優先順位をつけているということとほぼ同じです。方法は違うけどやっていることは一緒なんですね。ロケーターを使う方法とローテートオーダーを変える方法、2つ紹介しました。皆さんはどちらの方が好みでしたか？私はいつもロケーターでやっちゃいます。応用すれば、フィギュアスケートやスノボー、パルクールの技なんかも作りやすくなるはずなので、ぜひマスターしてください。今回の内容は以上です。ご視聴ありがとうございました。